はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、ジャズのアドリブでですね、中級者限定の、動画となってます。今日はですね、久しぶりに僕ね、テナーをね、弾こうかなと思ってます。なぜかというとですね、今日やることはですね、サムネにもあった通り、ベニー・ゴールソンですね、彼のソロのやり方でものすごい特徴が実はあるので、ご自分でね、アドリブをやるときにきっとおそらく役に立つんじゃないかなと思うので、今日はね、テナーでやっていきます。で、なんでベニー・ゴールソンかっていうとですね、何を隠そう僕はベニー・ゴールソンがですね、おそらくサックスの奏者の中で一番、好きなサウンドを出す、奏者だからって言ったらそれだけの話なんですけれども。で、ベニー・ゴールソンっていうとね、おそらくアートブレイキージャズメッセンジャーズですか。あれのね、モーニンとか、ダッダリレバルドゥッダとかね、それがすごく有名だとは思います。だけど今日やるのはね、ちょっと違う曲でですね、今日やるのは実はウィントン・ケリーのアルバムのですね、ケリーブルーっていうアルバムがあるんですけれども、後でね、ここのタイトルでこう検索してみると出てくると思います。で、曲名が Keep It Moving っていうね、曲でね、あんまりそんなにメジャーな曲ではないんですよね。なんですけれども、その中のベニー・ゴールソンのソロがですね、ものすごい特徴があるソロなので、もうめちゃくちゃ勉強になるのでですね、僕ね、耳コピして、それでやってるんですけれども、今日はそれをやっていきます。で、この曲なんですけれども、ネット調べるところによるとですね、1959年にリリースされたってことなんですよ。で、そのちょうど1950年の後半っていうのはですね、この曲もそうなんですけど、おそらくハードバップと言われるですね、すごいスッキリした、タイプのジャズなんですけれども、で、この頃の50年代の後半の、ベニー・ゴールソンがものすごい特徴があると僕は個人的に思っててですね、よく耳コピするんですけれども、もしくはサウンドとかね、このサブトーンが効いた感じとかもありますし、なので、今日はそれをやっていきます。じゃあ早速そのソロの部分ですね、弾いてる動画があるのでちょっと聞いてみてください。はい、どうぞ。はいでですね、ソロのトランスクリプションなんですけど、僕落としたらちょうど2コーラス分あったんですけれども、今日使うのはね、前半の部分だけです。前半のね、初めのコーラスだけを使います。はい、じゃあ早速写真で見てみましょう。はい、これが第1コーラスの譜面なんですけれども、この赤丸で書いてあるところを今日は語るんですけれども、これ何かというと、サムネにもあった通り、オクタブ奏法って僕は勝手に呼んでるんですけれども、一体何かというと、1オクターブボーンと音を落とすんですね。例えば、ドードーとか、そんな感じでこう音を落としていくと。それで、これ一体何かっていうと、第1コーラス見ると、1、2、3、4、5、6、7個。具体的に言うと7個。もうちょっと似たようなフレーズもあるんですけれども、しっかりとしたこの1オクターブ降りてるのは全部で7個ということですね。で、今日語りたいのはこれで、あまりこのジャズのアドリブをしている中で、1オクターブ思いっきりジャンプするっていうのはなかなか皆さんやらないと思うんですよね。僕も気づいたら、やっぱサックスってね、この指使いもありますし、やっぱ近い音をね、弾いていくのがやっぱり多くなっちゃうんですよね。そこで僕が気づいたのは、このソロを聴いた時に、おおすごいな、1オクターブバンバン飛んでるなということでですね、ここはすごく勉強になるなと思って、ソロのトランスクライブをしてみましたと。はい、じゃあ次のね、写真を見てみましょう。はい、じゃあ次の写真を見てみましょう。
はい、これね、赤の、円が5個書いてあるんですけれども、連続でね、こう出てきてるところですね。はい、じゃあ僕が実際ゆっくり弾いてみますので、聞いてみてください。いきますよ。2、3、はい、ということなんですけれどもね、これどうなってるかというと、このようにオクタブ降りた後 V 字に戻るんですね。オクタブ降りたら上がる。で、この3つの音、1、2、3という音が全てコードトーン。ほとんどの場合がコードトーンなんですよ。で、ここがものすごい特徴のあるところで、なぜかっていうと、例えばこの赤丸で囲んだ前の小節とかはですね、結構複雑なライン、ビーバップのラインといいますか、そのアドリブをババババババってやった後に、このオクタブでこうコードトーンで3つ弾いていると。しかもリズムも全部一緒ですね。タとタと。なので、これは何を表しているかというと、少し複雑なものをやった後に、ものすごい単純なものを弾いて、いわゆる解決でも言いましょうか、解決させてですね、一旦そこでこうリセットをしているということなんですね。なので、このフレーズを一度こう、次のフレーズに行くための、なんというか、もうリセットと言いますか、そういった感じかなと僕は思ってるんですよね。初めの2小節だけ弾きましょうか。いきますよ。2、3、という感じなんですよね。なので、非常に特徴があるのが、この時代の、50年代後半のベニー・ゴールソンの演奏だと僕は個人的に思ってます。はい。で、余談なんですけれどもね、僕ね、普段ね、YouTube のね、撮影をするときには必ずアルトでやってると思うんですよ。で、今日テナーなんですけれども、ですね、この辺にね、動画貼っとくので、なんで僕がテナーを弾かないかっていうのがですね、ここにあるので、ぜひね、ご興味ある方は、見てみてください。決してね、テナーが嫌いとかそういうわけじゃないんですよ。僕、テナーが世界一で好きな音なんですけれども、いろんな事情があって、すごい練習中だということなんですね。僕はアルトサックスだったらいくらでも何でもできるんですけど、テナーだとね、ちょっとできない。ちょっとね、動画もし興味あったら見てみてください。で、今回のこの面白い話なんですけれども、このトランスクリクライブですか、これ僕自分でやって、先ほどね、演奏してた、動画なんですけれども、これ僕めちゃくちゃ練習しました、テナーで。なぜかっていうと、テナーで弾けないんですよ。これもし僕がアルトサックスを持てば、出ない音域もありますけど、もうめちゃくちゃ簡単に弾けるんですね。なんですけれども、テナーね、もうめちゃくちゃ練習しましたよ、これ僕。ちょっとね、本当にさっきの動画見てもらうとその理由がわかると思うんですけれども。なのでね、皆さんもね、確かに今日はね、中級者向けの動画で、このトランスクリプションですか、弾くのめちゃくちゃ難しいんですよ。指使いとかがね、結構難しいと思うんですけれども、概要欄にね、これ、リンク貼っとくので、興味ある方ね、後で PDF 見てみてください。それで練習してみましょう。きっと役に立つと思います。はい。ということでね、ベニー・ゴールソンが好きな人はね、いいねボタン、それからチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。今後も僕ね、テナーサックスね、やりたいなとは思ってるんですけれどもね、ちょこちょこね、ちょっと練習しつつ、やっていこうかなと思ってます。それじゃあまたね、次の動画で会いましょう。バイバーイ。